どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、生体導入はしていますでしょうか？自分は最近生体導入動画を出していないんですが、ちょくちょく新しい生体をお迎えしてます。いろんな諸事情が重なり、なかなか動画にできず申し訳ないんですが、これから徐々に消化していこうと思っています。というわけで今回は生体紹介動画です。久しぶりのあの生態を導入するので、ぜひ見てやってください。というわけで早速見ていきましょう。今回も恒例のアクアライズで購入しました。動画ではご無沙汰ですね。今回も結構いろんな種類を購入していた気がします。いつも通りの丁寧なパッキングで助かりますね。発泡スチロールにはびっちり袋が入っており、安心感が違います。一つ一つ袋を見て状態を確認した後、いつも通り90センチ水槽に浮かべて水温合わせを行います。今回は量が多かったんで、他の60センチ水槽にも浮かべてます。いつも購入する品種が多いため、てんやわんやです。水温合わせが終わったら開封していき、水をある程度出してから仕分けていきます。最近ずっとバケツ不足に陥っているので、そろそろ15リットルバケツを買い足そうと思ってます。この時は生体を間違えて流さないように気をつけています。最後はいつも通り点滴法で一気に水合わせをして終了。というわけで今回紹介する生体はこちら、ポリドラス・シュワルツィです。価格は780円。ポリドラスにはブリード個体とワイルド個体がいますが、今回の個体はワイルド個体です。相場感がわかりませんが、ワイルド個体でこれくらいであれば安く感じますね。結構体格も大きめです。ポリドラス・シュワルツィとは、ブラジルのプルス川流域に生息するコリドラスです。このコリドラスの名前の由来は、ブラジルの熱帯魚輸出業者ウィリー・シュワルツィから取っているようです。最大体長7センチ、適正水温22から25度、適正水質弱酸性から中性、餌は生き餌から人工飼料まで幅広く食べます。基本的な飼育方法は他のコリドラスとほぼ変わりありません。性格も例に漏れず温厚で、いろんな生態との混泳が可能です。ただ、低床にいるため餌が行き渡らない可能性があるので、餌やりの際は他の生態に横取りされて餓死しないように気をつけましょう。ポリドラスの中でも割とメジャーな種類ですが、一言でシュワルツィといってもいくつか色などのバリエーションがあるようです。背びれのトゲが白い個体がほとんどで、体側のライン模様はスポットが連なっているように見える個体が多いです。見てもらったらわかる通り、この個体はスポット状の黒点が連なってラインに見えているタイプです。雌雄の判別に関しては、メスの方がふっくらとした体型で、腹びれが丸いのが特徴です。ブリード個体の場合は1年で性成熟するようですが、ワイルド個体は5年を要することもあり、繁殖を狙う場合はブリードでもワイルドでもしっかりとした体型の個体を選んだ方が良さそうです。今回購入した個体は体格もがっしりしており、現在自分が飼育しているコリドラスの中では一番でかいのでメスっぽいですね。腹びれも他の個体と比較できないので分かりませんが、丸みを帯びているように見えます。それでは早速導入していきます。めちゃくちゃびっくりしてますね。動いてバシャバシャした結果、水槽から水が跳ねました。今回は珍しく生態が進んで出ていきましたね。導入直後の映像がこちら。なんか横たわってるように見えてビビりましたが、特に問題なかったです。
導入直後はいつも心配で何度も様子を見てしまいますね。最初は水合わせを失敗したのかと思ってヒヤヒヤしました。それにしても全く動きません。他のコリドラスもおっとりしていて、餌の時以外は何考えてるのかわからない顔してぼーっとしているんですが、この個体は特にそんな感じですね。それがまた可愛いところなんですけど。ちなみにコリドラスには鼻の長さが違う3つの種類がいるんですが、このコリドラス・シュワルツィは一番短いショートノーズタイプです。個人的にはこのショートノーズのコリドラスが一番好きです。ロングノーズタイプのコリドラスも写真で見ましたが、どちらかといえばナマズっぽさが強いですね。好みの問題ではありますが、皆さんが思い浮かべるコリドラスもショートノーズが多いのではないでしょうか。というわけで飼育し始めて3ヶ月経過した状態がこちら。静止画ではありません。導入直後よりも色が暗くなっており、頭の部分になんかオレンジっぽいラインが浮き出てますね。目から縦一直線に伸びる黒のラインは、顔周りの黒が強くなってきたことで若干ぼやけてます。この真横のスタイルを見ると、やはりメスであることが濃厚ですね。お腹もふっくらしており、オスには見えません。背びれに関しては導入直後は少し倒れてましたが、最近はピンとしています。他のコリドラスに比べて背びれが結構長いです。ここら辺は個体差なんでしょうけど、これはシュワルツィの中では長い方なんですかね。ロングフィンタイプには負けると思いますが、ワイルド個体にしてはとてもしっかりした背びれのように見えます。ちなみに他のコリドラスは餌がない時も動くんですが、このシュワルツィは微動だにしません。画面端で見切れてるコリドラス・ベネズエラ・ブラックにヒレでビンタされても動きません。襲われる相手もいないんでのんきなもんです。3ヶ月飼育してみて、このシュワルツィは自分が飼育しているコリドラスの中でも結構おっとりした性格だということが分かりました。このようにじーっとしていることが多くて退屈に感じますが、地味に目を動かしているところを見ると、微動だにしない体との対比で可愛さが倍増します。映像がなくて申し訳ないんですが、ブラインシュリンプを与えた時は機敏に動きます。やはり体が大きい分大食感のようで、餌には貪欲です。餌やりの時以外はずっとこんな感じです。やっぱコリドラスは可愛いですね。というわけでいかがだったでしょうか。これで今まで紹介してきたコリドラスは4種類になりました。コリドラスに関しては生体1種類につき1匹の飼育にとどめており、同じ種類を複数飼育することは多分ないので繁殖はしないと思います。それでも1匹1匹の個性が強く、どの個体も見てて飽きないので飼育していて楽しいです。コリドラスは種類の多さもさることながら、繁殖ができることやその愛くるしい仕草などが愛好家を生むんだなと思いました。同じ種類でも体色の表現が違ったりと奥が深いのも魅力の一つですね。お見せしていないコリドラスがまだまだいるので、これからも順次紹介していきたいと思います。コリドラス好きな方もそうでない方も良ければ見てやってくれると嬉しいです。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録とかしていただけると動画制作の励みになりますので、ぜひお願いします。それではご視聴ありがとうございました。